エレベーターの中へ気を失った少女を運び込む2人の少年。この後彼らは2019年12月23日、韓国インチョン広域市深夜3時頃、とあるマンションの非常階段に3人の少年少女の姿がありました。よし、ここなら誰も来ないだろう。不敵な笑みを浮かべそう話す少年の名はハヌル。友人のイヒョンも彼に同調するようにうなずきます。その場では一人の少女が泥酔し眠ってしまっていました。その少女はハヌルとイヒョンの同級生。そして二人は少女を横目にじゃんけんをし始めるのです。くっそ、負けた。じゃんけんに負けたハヌルは悔しそうに苦笑い。もう一人の少年イヒョンは言いました。よっしゃ、じゃあお前から先にこいつとセックスしろよ。同級生の少女を酔いつぶれさせ、その体をもてあそぶ二人の少年。少女をまるで物かのように扱う彼らの最悪の犯行とは。事件が終結したとしても彼女の苦しみは終わらないんです。大沢健ちゃんです。宮みこんです。矢川さん、僕ね、はい、最近あれ見たんですよ。何？愚か者たちの身分。何それ？今ネットフリックス1位の映画なんですけど、簡単に言うとね、人の戸籍を転売とかして金稼いでる人。何？誰かなりすますと金が稼げるってこと？ちょっと詳細はあんまり明らかになってないですけど、例えば犯罪者の人が売って生まれ変わりたいとか、つつもたせに騙されて感情移入しちゃってお金作ろうとしたりとか、いろんなパターンがあるんですけど、なんかそれがね、グロいっていうか、本当にあるのかわかんないですけど、結構アルゴ見てる人はハマるんじゃないかなと。なんかそういう詐欺コンテンツって意味で地面師っぽくもあるわね。なんで地面師ほどの騙し合いの臨場感はそんなに正直ないんだけども、ちょっとグロいところはあるんで、人はかなり選ぶと思うんですけど、もしね、皆さん興味あったらね、ぜひ見ていただければと思います。今回は韓国で起きた卑劣極まりない少年犯罪をご紹介します。中学生の不良2人が同級生の少女を襲うんですが、犯行内容から事件後の対応も含めて絶対許せないなっていう感情しか湧かない事件なんです。そもそもさ、男が2人で寄ってたかって女の子を陥れるってもう力で逆らえないって分かっててやってるわよね。もうほんと許せないわよ。たびたびアルゴでも議論になるんですけど、ここまでね、ひどいことして少年法適用されるのかってね、一般感情では思う人もいるんじゃないかなと思うんで、その観点でも皆さんね、ぜひ意見もね、コメントで書いていただきながら、僕らもやっぱそのあたり勉強になるんでね、ぜひそういった視点で見ていただければと思います。犯人の少年2人は非常に軽率な理由で犯行に及ぶんです。偶然の災難。2019年12月23日、韓国インチョン広域市ヨンスク。深夜3時を迎えようという頃、とあるマンションの防犯カメラが3人の少年少女の姿を捉えました。意識を失った少女を運ぶ少年2人。その様子は介抱しているというよりは、まるで荷物を運んでいるかのよう。少女の体を引きずり、時に床や壁に打ちつけながら、少年2人は乱暴な扱いで彼女を運んでいきます。事の発端は約1週間前、少年2人は極めて軽はずみな動機から少女を罠にはめることにしたのです。時は遡り、事件の1週間前、少年2人はとあるカラオケ店を訪れていました。2人の少年の名は15歳のハヌルと14歳のイヒョン。いずれもいじめや恐喝、暴力などの問題をたびたび起こしている、いわゆる不良少年でした。あ、スヨンじゃん。店内の廊下を歩く最中、ハヌルはすれ違った一人の少女に声をかけました。スヨンと呼ばれたその少女は彼らの同級生。彼女はハヌルやイヒョンとは目を合わせようとせず、そそくさとその場を去っていきます。するとハヌルはスヨンのその後ろ姿を眺めながら隣のイヒョンにこうつぶやいたのです。一回やっとくか。一回やっとくかって何よ。すれ違っただけでスヨンは目つけられちゃったわけ？この一言は2人にとってスヨンを襲うっていうことを決定する合図だったんです。そしてこの時2人には集団極性化という現象が起きていたんです。というわけで本日のメトラキーワード、集団極性化について。集団極性化とは、集団で意思決定を行う際に個人で判断した場合と比べて極端な結論が導き出されやすくなる心理現象。集団内では意思決定に伴う責任が分散されるため、リスクの高い決定が容易になることが主な原因です。またハヌルやイヒョンのような少年の場合、仲間内の地位を保つことが重要視されるため、犯罪のような提案にも仲間に流されて同調してしまう傾向があります。この事件においては、スヨンをカラオケ店で見かけた際にハヌルがイヒョンに
一回やっとくかと持ちかけたことが集団極性化のきっかけとなりました。その発言によってスヨンへの性暴力は2人の共通の目標に。1週間かけどのようにスヨンを陥れるか2人が意見を出し合った結果、犯行計画はみるみる過激になっていったのです。カラオケ店の一件から1週間が経ち、12月23日の深夜、ハヌルとイヒョンは1学年年下の後輩を自分たちのマンションへ呼び出しました。何か用すか？呼び出された少年は2人がターゲットに定めたスヨンと親しくしていました。ハヌルとイヒョンは彼を利用すればスヨンをすぐに呼び出せると考えたのです。彼らは少年に向かい言いました。スヨンを今すぐここへ呼べ。あいつがここへ来るまで1分につき1回お前を殴る。カラオケ店での態度からもわかるように、スヨンはハヌルたちを嫌っていましたが、親しい後輩を盾にされては逆らうわけにもいきません。こうして彼女は2人に言われるまま現場のマンションへ向かってしまうのです。深夜1時、ハヌル、イヒョン、スヨンの3人はマンション内のジムのあるフロアで床に腰を下ろし話をしていた。ジムが閉店した後のそのフロアには彼らの声だけが響いている。ほら飲めよ。少女スヨンに向かいコンビニで買った安い焼酎を差し出すハヌル。少年2人から注がれる視線にスヨンは断ることもできず、その焼酎を煽った。今日お前潰すから。自分たちは一切酒に口をつけず、スヨンに次々とそれを押し付ける少年2人。気分が悪くなっても柄の悪い2人から飲めと凄まれる中、スヨンにそれを拒む勇気はなかった。やがて意識を朦朧とさせ、その場に横たわったスヨン。彼女のその姿を前にハヌルとイヒョンは目を合わせこう言った。1週間前の約束忘れてねえよな。当たり前だろ。酒で酔いつぶれさせて好き放題しようなんてもう最悪よ。この後の犯行っていうのはね、さらにね、胸クソなんですよ。最悪の2人。少女スヨンが意識を失って間もなく、ハヌルとイヒョンは彼女をエレベーターの中へ運びました。屋上なら人も来ないだろう。こうして深夜3時、2人は最上階にあたる28階の非常階段へスヨンを連れて行くのです。防犯カメラの死角となっているその階段、そこで彼らが何をするかはもはや分かりきっていました。うら！非常階段の扉を閉めると、そこからスヨンに殴る蹴るの暴行を加え始めた2人。そしてひとしきり暴力を振るった後、2人は意識のないスヨンを横目にじゃんけんをし始めたのです。くそー、負けたー。よっしゃ、お前が先にやれよ。じゃんけんで負けた方が先にスヨンに性的暴行を加える。2人の中でスヨンを襲うことはもはやゲーム感覚でした。じゃんけんに負けたハヌルが先にスヨンを犯し、続けてイヒョンも彼女を凌辱。あろうことか、イヒョンはスヨンの裸の写真まで撮影しました。そして満足した2人は真冬の冷え切った非常階段にスヨンを放置し、その場を後にしたのです。マンションを出た少年ハヌルとイヒョンはその場でハイタッチ。2人は目標達成の祝杯をあげるかのようにクッパを食べに行きました。数時間後、意識を取り戻しどうにか帰宅したスヨンは傷だらけの状態。整形外科で全治3週間、産婦人科で全治2週間の重傷。脳が一時的な機能障害に陥る脳震盪も伴い、この一件はスヨンの心に深いトラウマを残したのです。本当にこいつらさ、被害者がどんな気持ちになったかなんてもう想像もできないんでしょうね。普通のんきにご飯なんか食べに行けるようなことやってないわよ、こいつら。被害者を襲ったその場でハイタッチしたりっていうのも含めてありえないですよね。さらにこの後の警察や学校の対応も不適切だと物議を醸したんです。事なかれ主義。事件後、スヨンの家族はすぐに警察に被害を届けました。警察は現場となったマンションの防犯カメラを確認。そこには少年2人が気を失ったスヨンを運ぶ様子が鮮明に映されていました。ところが何を思ったのか、警察はこの時防犯カメラの映像データを押収しなかったのです。警察は取り急ぎの対応とでも言うかのようにスマホでカメラ映像を一部撮影しただけ。そして事件の深刻度が分かるにつれ、警察は再度正式に映像データを確保しようとしますが、その頃には映像の保存期間が過ぎており、押収することも叶わず、犯行の一部しか映像が確保できなかったその状況に、スヨンの家族は何らかの隠蔽の意図を感じずにはいられませんでした。防犯カメラの映像を見たら明らかにヤバいってわかるわけじゃない。なんで映像のデータ取らなかったのよ。断定はできないんですけど、学校と示し合わせて事件をなるべく小さく見せようとしていた可能性が高いんです。
警察の捜査が入ったこともあり、事件から10日後にはスヨンやハヌルたちが通っていた学校で暴力対策委員会が開かれました。そこで下された決定は、加害者のハヌルとイヒョンの強制転校と書面で謝罪を述べさせる処分。2人がやったことに対しあまりにも罰が軽すぎるように思えますが、これはことを荒立てたくない学校側の意向によるものでした。韓国には日本の教育委員会のような教育庁という組織が存在します。学校側は今回の事件について、その教育庁にも正規の書面報告を行わず、電話連絡での報告のみで済ましていました。さらに地域の教育庁も上位組織への報告を行っておらず、学校だけで内密に対応が進められた結果、ハヌルとイヒョンの処分は非常に軽いものとなったのです。また学校はこの他にももう一つ大きな間違いを犯していました。それは加害者側に被害者の住所などの個人情報を教えたこと。念のため説明しておくと、被害者スヨンの家族は学校に対し、加害者側からの連絡は一切拒否すると明確な意思を伝えています。それにもかかわらず、学校は当事者同士の話し合いで解決できれば一番いいと考え、加害者の家族に被害者スヨンの連絡先を教えたのです。被害者のスヨンはハヌルやイヒョンの顔すら思い出したくないはず。そんな彼女の自宅に2人からの弁解の手紙が届き、トラウマを再燃させる結果となってしまいました。後に分かったことですが、スヨンたちが通う学校の校長は事件に際し、このままでは学校が潰れてしまうと発言。教頭は警察への事実確認書を提出する際、学校の名前が出てはいけないと口にしていたとも。学校関係者の多くが被害者であるスヨンのケアよりも自分たちの保身で頭がいっぱいだったのです。学校ってもう本当は生徒のことを守らなきゃいけないわけじゃない。第一になんで自分たちの評判ばっか考えて守ろうともしてないのよ。このように学校や警察がろくな対応をしなかったこともあり、犯人2人は余裕しゃくしゃくだったんです。そして事件後も2人は絶対に許せない行為を繰り返すんです。野放しの悪。事件後、被害者のスヨンは体をボロボロに傷つけられたことにとどまらず、うつ症状や対人恐怖症を発症。行為を繰り返し、精神状態は最悪でした。一方でスヨンにそれだけの苦痛を与えながら、加害者のハヌルとイヒョンは気に留める様子もありません。事件から1週間後、彼らはスヨンを襲った現場と同じマンション28階の非常階段に別の女子生徒を連れ込み宴会をしていたのです。一切反省の色を見せないハヌルとイヒョン。あろうことか、この後スヨンは偶然街で彼らと遭遇してしまうのです。事件から10日後の2020年1月3日、学校が暴力対策委員会を開いたその日、スヨンはまだ心の傷も癒えない中、友人と2人で街を歩いていた。すると、おい、怪我はもう大丈夫なのかよ。声の方へ振り向くと、そこにはもう顔も見たくないと思っていたハヌルとイヒョンの姿が。スヨンの足は恐怖でガタガタと震えていた。その姿を見たハヌルとイヒョンはさらに調子に乗り、いやらしい笑みを浮かべながらこちらへ走ってくる。いや、捕まればまた何をされるかわからない。事件の日の記憶が蘇り取り乱したスヨンは一心不乱にその場を逃げ出した。とっさに付近の地下駐車場へ逃げ込んだスヨン。あれ、あの女どこ行ったよ。外から聞こえてくるハヌルやイヒョン、そしてその取り巻きたちの声。彼らはその場をなかなか離れようとせず、いつまでもスヨンを探し回っている。スヨンは必死に息を殺し、車の陰で震えていることしかできなかった。ハヌルとイヒョンはその後もずっと付近をうろついていたため、被害者のスヨンは外へ出ることができず、隠れたまま警察へ通報。最終的に駆けつけた警官によってパトカーで自宅まで送り届けられました。さらにこの直後、ハヌルたちはスヨンの兄ミンジュンの Facebook へメッセージを送信。スヨンのことをブサイクと罵ったり、ネットで拾った死体の画像を送りつけたりと、彼女のことを散々にからかったのです。罰が与えられないせいで完全調子乗ってんじゃない。こんなんじゃスヨンは安心して街も歩けないわよ。ほんとそうなんですよ。かといって学校や警察は動いてくれないんで、スヨンの家族はもう自分たちで動くしかないと考えていたんです。再びスヨンに危害を加えようとしたハヌルたち。また大ごとにしたくない学校の姿勢もあり、警察の捜査にも依然として進展が見られませんでした。スヨンの兄ミンジュンはこの状況に痺れを切らし、自ら証拠集めをし始めるのです。そうする中である時、兄ミンジュンはハヌルたちと直接話をする機会を得ました。ミンジュンの知人がハヌルたちをカラオケで見かけ引き合わせてくれたのです。約1時間ハヌルたちと話をした兄ミンジュン。1週間前から犯行を計画していたこと、
じゃんけんで性行為の順番を決めたこと、性的暴行をしようと思ったものの寒すぎて未遂に終わったという言い訳など、兄民順はそれらの録音データを証拠に加害者らと徹底的に戦うつもりでいたのです。一方でハヌルとイヒョンはこの時こそおとなしく話をして帰っていったのですが、後に民順を監禁罪で訴えました。実のところハヌルの父親は元政治家。彼はその権力を駆使し、未成年である自分たちを尋問した兄民順を罪に問おうとしたのです。彼らは民順が暴力団を使い自分たちを拉致したなどという話まででっち上げました。当然のごとくハヌルたちの訴えが認められることはありませんでしたが、他人を陥れることに一切ためらいのないその振る舞いにスヨンの家族は唖然とするのです。その後もいくら待っても警察の捜査は進みませんでしたが、事件から4ヶ月後、スヨンの母親が大統領府の国民請願掲示板に投稿をしたことで事態は一変。娘に酒を飲ませ集団レイプした未成年者たちを告発します。この投稿は瞬く間に拡散され、30万人以上の支持を集めることに。こうして事態が社会問題となったことで初めて警察が動き、ハヌルとイヒョンはようやく逮捕されたのです。被害者スヨンの体内からはハヌルの DNA しか検出されなかったことから、イヒョンは言い逃れをしようとしますが、それも無駄でした。彼は犯行時に撮影したスヨンの裸の写真をスマホから削除していたのですが、検察がこれを復元。ハヌルとイヒョンのいずれにも性的暴行の動かぬ証拠が突きつけられることに。ちなみにこの取り調べの間にも元政治家の息子であるハヌルは全てを弁護士に任せ、自分は家族とグアム旅行を楽しんでいました。何様のつもりなの？ミシンも悪いと思ってないじゃない、本当に。ハヌルのこの行動には世間からも非難の声が相次いだんです。しかしね、いくら非難されても彼が態度を改めることはなかったんです。裁判においてイヒョンは容疑こそ認めたものの、ハヌルが犯行を主導したと彼に責任を押し付けようとしました。一方のハヌルは一切の容疑を否認。全部イヒョンがやったことだ。28階には行ったけど、俺はその後ずっと屋上にいたから何をしてたのかは知らない。先ほど説明したように、ハヌルに関しては被害者のスヨンの体内から DNA が検出されています。それにもかかわらず彼は頑なに性的暴行の事実を認めようとしなかったのです。事件から2年後の2021年5月14日、一審二審と裁判を経た2人は被害者に示談金を支払い、懲役3年から4年の判決に。裁判部は2人とも人格が未熟な状態で深く考えず犯行に及んでいたと少年法を基準にした判決理由を説明しました。これに対し被害者の家族は、加害者は判決を金で買った、被害者が厳罰を望んでいるのに減刑されるようなことがあってはならないと怒りの声を上げます。しかし検察が上告を断念したため、その声が報われることはなかったのです。結局ハヌルとイヒョンは少年刑務所で3年を過ごした後、2024年に満期出所しています。性犯罪は心の殺人。その言葉の通り、事件から数年が経った今でも被害者スヨンの心の傷が消えることはありません。また彼女の家族は加害者と同じ町で暮らすことを嫌い、引っ越しを余儀なくされました。スヨンだけでなく兄のミンジュンまでこの事件によって学業や生活に支障をきたしたとも。たとえ少年犯罪だったとしても、この事件は被害者が受けた仕打ちに対して加害者への罰があまりにも軽すぎるように思えてなりません。少年法は若者の更生の機会を重視するものですが、その適用範囲については改めて考えねばならないように感じます。あなたは少年法の是非についてどのように考えますか？